みんなこんにちは。元気にしてますか？カンです。めっちゃ久しぶりの YouTube 動画更新になっちゃった。前に、上げたのは、日本に帰りますっていう年末の動画だったと思うんですけど、それから全然更新ができず、日本でのことも何も動画にできず、6月になっちゃいました。でも、お伝えしたいことがあって、インスタグラムと、あとツイッターでは、すでにみんなとシェアをしたんだけれども、GQ に乗りました。イエーイGQ の、世界の GQ に、乗っていて、で、テーマが、クイアのアクティビストの、人たち、世界のクイアのアクティビストにフォーカスをした、インタビュー記事と、あと写真を、撮っていただいて載せていただきました。こんな感じです。左側にいるんです、僕。あとは、インタビュー、個別のインタビュー記事も載せていただいていて、自分の今までの活動とか、あとは、アクティビズム、声を使う、活動、発信する活動についてインタビューしていただきました。今、日本で LGBTQ+ の人たちに、差別を禁止する、法律がない現状だったりとか、あとは日本で婚姻の平等が実現されていない、大変な状況困難な状況にあるということについてお話を、しています。だから、すごく感慨深くて、やっぱ GQ って世界をリードする雑誌だと思うので、この雑誌の、国際的な、記事にフィーチャー選んでいただいて、掲載していただけたこと、本当に、なんだろうな、自分にとってものすごくエンパワーリングな経験だったし、この、企画だったり僕のインタビューをご覧になる方が少しでも、希望を持ってくれたら、前向きに、考えてもらえたらいいなって思っています。なかなか今、日本でも、婚姻の平等に向けた訴訟を、皆さんが進めてくださっていますけど、ね、地裁で違憲判決だったり違憲状態の判決が出ているけれども、その判決を、考えて、反映がすぐに法律にされない現状だったりとか、この間の LGBT、理解増進法についても、歪められてしまって、全く LGBTQ の人たちの権利が守られない、現状が日本でも起きていますし、バックラッシュが起きていたりとか、世界でも、同じような状況だったり、全く同じ状況というわけではないですけど、みんながまだまだ生きづらい状況の中で、このやっぱり GQ さんが、主導して、世界にプラットフォームを貸してくださって、発信の機会を与えてくださったことは、すごく、大きかったなと思ってます。撮影自体が4月に僕ベルリンに行ったんですけど、ベルリンで撮影をしていただきました。なんか、すごい温かい、撮影の空間で、なんだろう、みんなとにかく優しかったんですよね。で、各国の、僕入れて確か7人だったと思うんですけど、クイアのアクティビストの人たちとも会って、お話ができて、みんながそれぞれの場所で、活動をしているっていう事実とか、その人たちの経験を聞いて、エネルギーをもらいました。で、撮影自体も、なんかこうじゃなきゃダメっていうことは全くなくて、とにかく自分が自分で会って、カメラの前で自由に動いたりとか、はい。自分らしさだけを持ち込んで撮影に臨みました。ね、お洋服も、髪型も僕のことを、それぞれ出演者の方たちのことを考えたお洋服だったり髪型を考えてくださって、あんまり今までそういう、この紙面で登場するようなお洋服着たことがなかったりとか、髪型もこうちょっと上に上げるような髪型で初めてだったんですけど、なんか、こういう自分もいるんだとか、よりなんか、これ
もっと取り入れていきたいなとか、なんか新しい自分を発見するような機会にもなりました。やっぱり記事を通して世界がより、みんなにとってですけど、特にこれはクイアの人たちに、クイアコミュニティにフォーカスを当てた記事なので、クイアの人たちが生きやすい世界になってほしいなと、はい、思っています。で、個人的には、ものすごく感慨深い経験で、だから動画にしたいと思って今お話ししてるんですけど、伝えたい、言いたいことが、そうだな、二つあって、なんか GQ さんってやっぱメンズファッション誌だから、出るのに男らしくないとダメとか、なんか、そんなことは実際全然なかった。自分が自分らしく生きて、自分が伝えたいことを伝え続けていたら、こういう、なんていうのかな、素敵な雑誌とか、プラットフォームを貸していただける、与えていただけるんだなというのが、なんかすごく自分にとって、勇気づけられる経験になりました。僕はこのままでいいんだなっていう気持ちをたくさんもらいました。で、それが、おこがましいですけど、回り回って、みんなそれぞれ自分らしく、自分を発信、表現していけばいいんだっていうメッセージになればいいなって、思っています。あともう一個は、僕は、日本の地方で育って、で、大学ぐらいから本格的に英語の勉強を始めたんだけれど、なんか、それは僕が人とコミュニケーションを取るのが好きで、いろんな人とコミュニケーションをしたいなと思った時に、すごい短絡的ですけど、英語を勉強始めました。で、その英語を第二言語として勉強してきて、で、それが自分の発信したいこととだんだん、統合、インテグレートされていった結果、今回インタビューも英語でお話しさせていただいたりとか、自分が毎日続けてきたことが、どんどん統合されていって、さらに、新しい経験とか機会につながって、この GQ へのインタビューの掲載につながったって思うと、なんか、自分が信じてきたこと、やりたかったことをやってきて本当に良かったなって思ったんですね。中学校の時に B 動詞を習って、なんで A 動詞と、C 動詞がなくてなんで B 動詞なんだろうって思うぐらいのとこから英語を始めて、だからそこから本当に一日一日は一歩ずつかもしれないし、なんか、なぎみたいな感じで全然進んでるって感じない時も、英語の勉強に限らずいろいろ日常ありますけど、でも自分がこれは正しいんじゃないかとか、信じてることに、向かっていくことで、なんか、こうやって、大きなこと、自分がすごく遠くに感じていたりとか、憧れていることの実現につながるんだなって、思わせてもらったのが、この今回の GQ、さんとの経験でした。イギリスだったりとか、世界中ではないかもしれないですけど、各国、ヨーロッパの国々もですけど、どうやら、紙面での掲載があって、で、GQ の紙面を、いろんな本屋さんで購入できるみたいなんですね。で、僕も、今週、発売されてた当日に本屋さんに行って、でもまだ掲載されてるとか全然知らなくて、情報が解禁されてなくて、恐る恐るページをめくった時に自分がいて、自分が話したことがここに載っているのを見た時に、ものすごく感動したし、なんか、つーっと涙が出てきました。感動と、今までやってきてよかったなって、自分が伝えたいことを伝えてきて、本当によかったなって思えたんですね。なので、僕はこれからも自分が信じてることとか、やりたいことに突き進んでいこうと改めて思った次第です。あとは、やっぱり欧米でまだまだそのアジア人の、可視化
だったり、レプレゼンテーションが、多くない中で、クイアコミュニティでもそういう状況がありますし、そんな中で僕が東アジア系としてこの企画に、関わらせていただけたのもものすごく、意味があることだと思っています。うんって。そうだね。だから、本当にこの企画に出れてよかったし、自分は自分のままでいいんだなって思わせてもらいました。なんかそのメンズ誌だからとか、そうじゃないからとか、そういうこと本当全く関係ないって言ったら違うかもしれないけど、見てくれてる人は見てくれてる。だからね、僕は自分を貫いて生きていきたいし、なかなかそうじゃない時もあるけど、それがさらに自分を自分らしくしたりとか、周りの人がちょっとでも自分も自分で生きようって思えるような、きっかけとか雰囲気作りができたらいいなって思いました。以上かな。話したいこと話せた気がする。本当にGQの皆様本当にありがとうございました。あといつもこの動画を見てくださってる皆様だったりとか、SNS でフォローしてくださっている方たちとか、お友達もそうだし、家族もそうだし、会社の方たちも、普段仕事をしながらこういう発信を続けているので、皆さんの協力があってこそ、の発信だったりとか、自分のこういう活動だと思っています。なので皆様本当にありがとうございます。そして機会があったらぜひ、GQ の紙面を手に取ってみてください。日本で、紙面での掲載があるかわからないんですけど、オンライン版は確認ができてますので、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらご覧ください。ということで、以上になります。GQ に出たよということで、あとは自分は自分らしく生きていいんだよっていうこと、あと自分が信じてることをずっと続けていったら、きっと何かあるよっていう、その何かが何かは人それぞれだと思うけど、何かあるよっていうことを伝えたくて、この動画を撮りました。皆さん素敵な1週間なのか1日なのかわからないですけど、素敵な毎日を過ごされますように。では、さよなら。